これ普段僕が使ってるこの、よく動画に出てるやつですね。そうこれ直接結ぶっていうのはどういう感じで？これでも綺麗に結べてますね。まあ一旦切りますね。はいちなみにこれブラクリがですね、はい、だいぶ剥げてるじゃないですか。はいはい、剥げたら効果は減るんですか？いやわざわざ関係ない。関係ない。人間がつらせると思いますでこれをくれておいとって、例えばじゃあ平らばつけてみましょうかね。はいはい、まあ素人のこんなついだからもう直接平らばをこうやってつけてもいいんですよね。いいです。これは P ラインじゃないので元がもともとナイロンなので、これで十分ですね。ここがその樹脂の P ラインだと、さっきちらっと言ったラインが浮いちゃうんで、こういうナイロンは沈下性っていう沈むラインで、こういう樹脂のやつは浮くラインなんで、P ラインのみだとやっぱり沈下速度の問題もあるし、あと一切伸びないんで、魚がこう急に動いた時のショックが吸収できないので、リーダーっていうナイロンとかフロロカーボンを入れると。でもこれ最初からナイロンで、これある程度伸びるんですね。だからこれで伸びますよね。いいと思います。じゃあこれ簡単に結ぶ方法としては、今回のダイソーさんのこの平らばだとまずこの輪っかを作ります。輪っかね。でここにこのリールから来た糸を入れます。はいです。スーッと入れて、今ただ通しただけ。これ通ったじゃん。でこの通ったところの真ん中に指を入れます。指入れる。人差し指入れる。でこのラインがリールにつながってるライン。こっちは先端。このリールでつながってるラインに先端のラインを指を入れた状態で1回、2回、3回。太さにもよるけど3回から5回。3回から5回。巻きます。多ければいいってもんじゃないんですか？じゃないです。そうなんですね。これを巻きすぎると結び目が太くなりすぎるんですね。で、少なすぎると強度が落ちるんで、最低でも3回。細かったら4回、5回。これだったら4回ぐらいでもいいかもしれない。4回。はい。で、巻きました。で、巻いたら、今度、この状態か。今、4回目のここで、こっちの先端を、人差し指の輪っかを作ってるところに入れます。はい。この状態ね。そうすると、カメラから見て、向かって左、僕の右手の今度人差し指にもう一個輪っかができてるの分かります？ここ。今までこっちに先端で輪っか作ってて、ここに折り返したところで、ここにまた、ここに輪っかできますね。はい。今度この輪っかに、ここから抜いたやつを入れていきます。入れて入れると。はい。で、この出てきた先っちょを持って、この先っちょを引っ張りながら、リールから来てるこっちのラインも引っ張っていくと、スーッと。両方引っ張っていくと、スーッと、スーッと。そしたら、こういう状態。だからコブがちっちゃくて、強度も、さっきの、こっちの指の輪っかに通した時に折り返して今度こっちの輪っかに通したじゃないですか。だからそこで止めができてるんで抜けない。はい。あれが、右手の向かって左側のこっちの手の輪っかに入れずに、ただ締め込むこともできるんだけど、その場合は場合によったらすっぽ抜けることがあるんで、ここで折り返してやると、こういう感じで、この余ったところはどれぐらいの長さ残してやればいいんですか？これはね、もう好き好きですけど、あんまりこれ極端にこんだけ残ってると、この誘導の時にここは抵抗になっちゃいますね。なので、極力抵抗ないけどギリギリすぎると抜けたら怖いんで、だいたい5ミリぐらいかな、こんな感じ。これくらいで残しとけば、これだと誘導にはあまり問題なくこうスーッといけますね。で、さっき心配しとったね、その
リーダースナップをつけない、ここにスナップついとったら、ここで止まる、確かにね。それがどこまででもはいはい誘導するんで、はい魚が急に走っても魚的には違和感が少ないようにできますよと。変な話、ここにね、なんかどうしてもなんか楽することを考えてたら、じゃあある程度誘導できるこの辺りにまたスナップつけてこう繰り返られるようにみたいなやると、またそれはそれで面倒になってくるというか。いや面倒ではないんだけど、そうするとこの長さ分はどうしても巻き取りができない距離ができちゃうので、投げたりする時のなんていうあんまり垂らしすぎると投げにくい、けどじゃあそう極端に短くしすぎると誘導範囲が狭まるからあんまり意味がない、なのでまあもう一つのやり方としてはここに8の字結びって言ってこいつ自身を、輪っかを作ってやると。僕もあんまりしないんであれなんやけど、この道糸で輪っかを作ると。そうです。ここでね、いろんなものまあこう輪っかを作ってると。でこの状態で、例えばまあこっちの仕掛けでもいいです。この輪っかをこういうスナップでもいいですけど、通してこれはね僕はね今ね老眼が進んでね老眼の時期ですね、このスナップとか止めたいものに通して、出た輪っかを仕掛けの先っちょまで行って通してやると抜いてやると、だからここで止まりますね。でこれは誘導しないですけど、誘導でもこれくらいの大きさやったら誘導を通るんでっていうやり方もあります。8の字結び。ただ僕はあんまり好きじゃないです。まあ強度的には変わらないと思うんですよ。例えばこれが3号なら3号で、輪っか通してここはダブルラインにはなってるから強いような気もするけど、ここは2本分でここ輪っかがあるから2本分で止めとるけん強いんかなと思うけど、なんだろう、ここに癖がついちゃうんで、さっきこういう感じでまっすぐつけてまっすぐで止めてるものと比べたら僕はこっちの方が強いんじゃないんかなって思うのと、あとここにもいらん視点ができちゃうんで、あんま力が関わるところを増やしたくない。ここだったら視点が1個だけですけど、これだったらもう2箇所なってくるんで、こちらもまあちゃんとここでやった方がまあ安心だと思うし、実際80センチオーバーのブリとか上げてもらってるのもこっちの結び方なんで、であとはまあこの8の字の僕はあんま1000件あれやけど、結び方もここをように固定できるようにしとかないと、ギュルギュルギュルって抜けたりしたらなんかね、結局意味ないんで。そしたらまあちょっとこの8の字結びもしっかりとという、しっかりとっていう感じですね。まあいろんなよく仕掛けをコロコロ変える人はこっちのパターンをしてることが切らなくていいんで。そうですよね。